皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは日本一周を終えて静岡県へ移住した寺田夫婦です。早速ですが今年も長岡まつり大花火大会に行こうと思っております。はい、長岡花火は日本三大花火の一つで、日本一周中に私たちは一度見に行くことができました。少なくとも日本全国の方が注目している花火大会だと思うんですけども、本当に全国の人が知ってる花火大会だと思っています。今年皆さんはどうされますか？長岡花火を見終わった後もぜひまた見に行きたいと思っていましたが、日本一周を終えてから生活もなかなか忙しかったこともあって、ようやく1年も経って落ち着いたので長岡花火を見に行こうと思っています。日本一周中に僕たちは2日連続長岡花火見たんですよね。そこで満足しただろうって思われる方もいらっしゃるかと思いますが、その感動を正直忘れられずに、そうだね、逆にまた見たいと思ったぐらい素晴らしい花火だったので、静岡県から新潟まで距離はありますけど、ちゃんと足を運んでもう一度自分の目で見たいっていうのがすごくあります。おそらくテレビとか YouTube で長岡花火をリアルタイムでご覧になっている方も毎年いらっしゃると思うんですが、映像で見ても本当に綺麗だけど絶対目で見た方がいいと僕たち的には本当に思ってます。あの迫力は直接見た方がいい。以前の僕たちのイオンの長岡花火店に行った時に見た花火の様子も振り返ってみようと思います。はい、これで気持ちを高めていきますか。っていうか覚えてないとこもあるしね。飛ばし行こうと思うんですけど、6月22日に出て23日の朝のチケットを買いに行ったということで、もうまさに今の時期ですね。こんなん大変だよね。さくらんぼのアルバイトを丸1日やってたんですよ。で、それ終わってから温泉入っていったから、長岡花火店にいたのも1時3分に着いて、さすがに俺らが一番目だったんですけど、このためにイオン長岡店でこの時間から並んだってことやもんね。実際一番遅い人で何時に取れたのかは俺らにもちょっとわかんないですね。この6人でテーブルに座ってイオンのやつを食べれるのはすごく良かったよね。マンションを避けて見る位置としてどこが一番いいかっていうのを考えながら撮ったのはすごく覚えてる。で、なんかこの電波塔みたいなめっちゃでかいのに三色玉が被ってたんだよね。そう、これに三色玉が被ってたんだったね。そう。暑かったよな、この日、マジで。よくこんなことやったよ。めっちゃ暑かったもん、本当に。いつも僕たちこういうことやってますけど、もう本当に思いつきでやってるから、その場で。その場で言ってるからだいぶ言ってることもね、よくわかんないよなって思う。めちゃくちゃないよね。作り込まれてもないし、適当だし。地元の人間でよくこんなこと思いついたんだよ。イオンの方の良かったのはこういうゴミ箱がちゃんと設置してあるから、イオンで買って食べるものをそこに捨てられるっていうところだよね。そうだね。捨て場まで行かなくていいからね。で、この時は一緒に日本一周中だった L チャンネルと一緒に見に行くことにして、チケットもこの子たちと取りに行きました。そう。こんな感じでサーキュレーターを置いて、自分たちも食べながら過ごしたって楽しそう。ティッシュとかウェットティッシュ、汗拭きシート、ゴミ袋とかは持ってってた方がいいな。すごい、経験者を語るです。当たり前ですよ。そう、この日また天気がすっごい良くて。よかったね。その空の色がね。夕焼け綺麗だ。でも雲があんまりなかったから余計に綺麗だったよな。天候も結構左右されるよね。2日目見た時が雲がとどまっちゃってる日だったね。これはもうあくまでスタートですけど、曲に流れて見れるのが良かったなって思いますね。で、本当にラジオが近くに置いて設置されてるから、それを聞きながら見れるのも、解説を聞きながら見るのもすごい楽しい。下の方のこの花火が今度は見れるって考えるとそれがすごい楽しい。そうなんだよね。うわぁ、やっぱすげえな、これ。ただこれ本当に遠くなんだよね。それでも本当に迫力すごかったから。遠くからでこんだけ綺麗に見えるってすごすぎ。遠くの良さはあれだね。全体的に見れるっていうのはあると思うんだよね。近すぎても近くしか見えないから。確かに。これを経験してるのはでかいよ、我々は。相当明るいんだな、この花火。そうだよね。綺麗。映像で見てもこんだけ綺麗なんですけど、実物やばいよね。そうだね。やばいって、そのいい意味のすごすぎるってことで。このマンション。ちょっとね、やっぱ被っちゃってる感はあったよね。このマンションの人たちってどういう景色なんだろうね。この時にね、アミたちはお酒飲みながら見てたから。私ね、どうする？歩いていく？長岡まで。
どうやって静岡から静岡からもう間に合わないですね。途中で諦めて帰りそう。今年旅行のでもいいんだよ。あ私はノーマルでいい。一番楽しみにしてたフェニックスってこ言われがフェニれてるけど。ックス。これも全部曲が流れながら見られるんだよね。もうなんていうかね、目も離せない。本当に目離せないぐらいずーっと上げてくれるんだよ。正直カメラには全然伝わりきれてないです、こんなのじゃ。実際のが 100% だとしたら何%？ 30% ぐらいじゃない？ああ、でもいい。そんぐらいだよね。だってね、やっぱ音と音楽と直接と、ヒューとかもさ、めっちゃいい音じゃんね。また空気感がね、みんな、うわーとか言いながら一緒に見るのもまたいいよね。この時だね、涙を流してて、もう後ろ姿でわかるけど、涙を拭いて、うちの妻です。いや、多分、フェニックスのこの、ブワーってなってるのと、曲が本当にやばすぎて、その中越地震の復興支援っていう形の大会っていう、花火大会っていうのを知って、命を落とした方たちのことを思ってっていうのを考えてみてたら涙が出たって感じかな。感動するってこういうことなんだなって思った。今年どんな感じの景色か全然想像できない。降ってくるっていうじゃん、花火が上から。そういう感じになるのかな。あとは下の花火がほんと見えなかったから全く。一回、そういう時間あったよね。ずーっと下の花火があってる時は、そういうご飯食べたりとかしてたはず。この映像にも映ってないように、正三尺玉かな。この時は見れなかったんですけど、また今度、それを見るのもめっちゃ楽しみ。そうだね。とにかくフェニックスが近くで見られる席なので、大観音のフェニックスがまた違う形で見れるのがすごい楽しみだ。いや、この映像を見てまた楽しみが出てきて今。しかもこの時さらにまた翌日も行くけどこのテンションだからめっちゃ良かった、という感じでした。あら、懐かしい。若いですね。めっちゃうまいね。人の髪型をバカにしない。2日間にわたって見たんですけど、そもそも1日目と2日目で上げる団体が違うっていうところで、大まかな流れだったりとかはそんなに変わるわけじゃないんだけど、私が一番感動したのは音楽と花火の融合というか、それがすごくグッと胸にきて、中越地震の復興祈願っていう意味もあって、私たちも日本一周中に東北の被災地を回ったりとか、長岡花火の後ですけど能登半島の地震のボランティアをしたりとか、震災の被害に遭った地域にも足を運んでいるっていうこともあって、ただ花火が綺麗っていうだけじゃなくて、その地震だったりとか、いろんな自然災害毎年起きてますけど、少し気がめいった時にやっぱそういう花火を見る、そういう人たちのことを思って花火を上げるだったりとか、そういう意味を考えると、その気持ちも相まっていろんな感動があの時はすごくグッときたことを今でも覚えています。以前僕たちが利用したイオン長岡店の良さも多数あったんですけども、僕たちの思いにもすごくつながっている部分があったので、こちらを今回の動画でご紹介したいと思います。その方法とはクラウドファンディングです。簡単に説明すると、クラウドファンディングをすることで長岡花火大会を見ることができたりとか応援できるという方法です。大きい花火大会であればあるほど毎年あるのって当たり前だと思ってますよね、多分。自分らもそう思ってるけど、実際自分の地元小さい町なんですけど、そこの毎年あってた花火大会もなくなっちゃったし、やっぱり本当物価高騰のこの世の中で花火師さんも減ってたりとか、花火大会をするだけに莫大なお金がかかったりとか、当たり前じゃないんだなっていうのを大人になればなるにつれてすごく実感する日々です。なのでその感謝の気持ちもあるし、復興支援という形でこの長岡花火って存在しているので、私たちのその思いも乗せて花火大会に参加できるっていうことをすごく今嬉しく思っています。なので皆さんにもぜひこの話を聞いていただきたいので、最後までぜひ聞いていただけたら嬉しいです。これからクラウドファンディングをやっていきたいと思います。はい。こちらが NPO 法人ネットワークフェニックスのクラウドファンディングサイトになります。応援受付は7月15日までということで、簡単にサイトの方ちょっと見てみたいと思います。2026年私たちがこの花火を届ける理由ということで、1、暗い世の中を花火の光で明るくしたい。2、復活復興した長岡の姿を見てほしい。3、大変な思いをしているすべての人へということで、この3つの理由
由があって、このクラウドファンディングをやってるということですね。一人じゃないジュピターの歌声に乗せて今を生きるすべての人へ長岡から不幸を超えたエールを届けますと。やっぱ歌詞のこと考えるとより良くなるね。そうなの。歌詞を考えながら見ると泣けてくるよ。動画だったらさ、著作権かかっちゃうから、今回はりょうくんが歌う。私これ出ないな。マジか。俺が歌うパターン、なんか感動がどんだけ減るのかってところ。NPO 法人フェニックスの活動は長岡花火の打ち上げだけじゃなくて、全国の様々な被災地での炊き出しなどの支援活動を行っており、直近では能登半島地震の被災地へも炊き出しを支援に赴きましたということですね。長岡市立豊田小学校の6年生たちが自主的に立ち上げた能登の被災地に花火を届けたいという募金活動をサポートするため、クラウドファンディングを実施しましたということですね。いいね。長岡市の子たちが何かしてあげたいという、クラウドファンディングがなぜ始まったかについても書いてあるんですけど、2023年のこの一番低くなった後に実施してってことだよね。協賛金が減少傾向にあって、コロナ禍はなくなり、で、その次の年はこれだけ増えたけど、復活したってなったんだろうね。そしたら2023年、過去14年間で最低だ。クラウドファンをやって、こんなにクラウドファンディングと含めてお金が集まったってことですね。使う用途としては、花火の打ち上げ費用、スタッフの費用とか広報の費用も含む。安全な会場づくりのための運営費、一旦品の購入及び送料。もう待ちかねのチケットがチラチラ見ててすごい見たいんですけど。見ていきましょう。こっち側にね。そう。そういう時、りょうくんはだいたいちゃんと最初から見るんですけど、私はだいたいこういうところから見ちゃう派です。まあでもね、そっちに目がいっちゃうのは当然ですよね。今回は応援テーブル席を僕たちはクラウドファンディングしようと思ってまして、2日と3日ちゃんとそれぞれあります。フェニックス応援テーブル席の定員1名分が専用観覧席、テーブル、椅子席で、その隣が私たちが今回応援するものですね。フェニックス応援テーブル席、これが定員2名で専用観覧席になってます。テーブル、椅子席の出店チケット2000円分付きで、2人で6万円。ですね。シンプルに3万円が6万円で2人分っていう感じです。出店チケット2000円分付きってことで、お祭りの時に食べられるチケットってことだよね。イオンまで買って買ってきてちょっとしたもの食べるとこかなって勝手に考えてるんだけど、2000円分もついてるなら、1人1個ずつたこ焼きが買えて、絶対あれ言うと思ったんだけど、焼きとうもろこしとか。私が食べたいのはイカ焼きです。イカ焼きかね。あ、そっちか。定員3名の方は応援テント席という風になってます。こっちはもう屋根はないけど、こっちはテントありでっていうことで、こちら出店チケット4000円分付きという風になってます。で、それ以外にこういったグッズがありますね。トートバッグとランチバッグと、おしゃれな感じなんだね。あとはメッセージのパターンもあると。そうだね。少ない額でもメッセージを送れるよっていう感じだね。早速やりましょう。入ります。複数選べるようになってるのかな？こっち。複数選択もできるんで。うん。今回僕たちは2日の日曜日に行こうと思っているので、2名で6万円のこちらにクラウドファンディングしようと思っています。僕たちはメールアドレス登録してないので、登録してからやりたいと思います。支払い方法は、クレジットカード、コンビニ決済、銀行振込、キャリア決済、ペイパル、ファミペイ、ペイペイ、楽天ペイ、au ペイがあります。届け先は住所だね。応援コメント書きましょう。はい。2年ぶりの長岡祭りお花火大会、心待ちにしておりました。私たちの心の中にもたくさんのフェニックスを打ち上げたいと思います。なかなかインパクトのあるコメントでいいんじゃないでしょうか。暑い中ですがご自愛ください、本当に。で、この駐車場についてなんですけど、実は昨年から有料に変わってまして、こんな感じで僕たちが行ったまだ2023年は無料で止められるところも多かったんだけど、駐車場代も花火の運営費に回すっていう話もあったそうで、駐車場代さえも還元型になってるんですね。こちらの動画を見てクラウドファンディングをしてみたい、
やってみようかなって思ってくれた方がいらっしゃったらとても嬉しく思います。冷たい意見もいろいろあると思うんですけど、何でも有料化したり何でも値上げしたりって思うかもしれないけど、やっぱその背景にはこういった長岡祭り大花火大会においてはいろんな方たちの思いとかお金とか力とか本当にいろんな労力がかかっています。この素晴らしい花火大会を今後も継続していくためには必要なことでもあると思うので、気軽に、そしてちょっとそういう背景も少し知ってもらえたらという思いで私たちもこういった発信をさせていただいております。もしかしたら日程的に今年難しいって思う方もいらっしゃると思いますが、来年は行ってみたいなとか、ちょっとでも支援してこの花火大会テレビで見てみようかなとか、それぐらいの気持ちの方もぜひ応援していただけたらと思います。長岡まつり大花火大会について今回はお話しさせていただきましたけど、日本全国にはまだ様々なめちゃくちゃ素晴らしい行事イベント、もちろん花火大会も含めてこれまで長く継続してきた素晴らしい文化があると思っています。日本一周したからこそ分かる祭りの素晴らしさ、イベントの素晴らしさをすごく感じていて、それらが今後も続いていくように僕らも何らかの形で協力できたらなというふうな思いがあるので、一般抽選で席を確保するよりも料金はかかってしまうと思いますが、僕たちはこのような形で足を運びたいと思っています。シンプルにすごく楽しみな気持ちでいっぱいです。どうしよう落ちたらいけないやって落ち込んでたところのこのクラウドファンディングだったので、もう席が確実に確保できるという安心感と、見に行けるっていうこの喜びがその胸に、あと2ヶ月ほど仕事と生活と頑張っていきたいと思います。すごく硬い話になってしまったかもしれないんですけど、そういう思いもあるんだよっていうことが伝わったら嬉しいです。シンプルに花火大会に行ける方法の一つの手段として皆様に認知してもらえたらすごく嬉しいし、このフェニックスっていう花火を今後も見続けられる機会になったら嬉しいと思います。僕自身はこの県外の方たちだけじゃなくて、長岡市の方々にももしこの動画を見ていただいていたら、クラウドファンディングっていう形があるんだよっていうのは知っていただきたいなと思いました。直接ね家で見えちゃうとか、必然的に見えてしまう方もいらっしゃると思うので、そういう方は別にわざわざね有料観覧席とかも行かないかもしれないんですけど、今後も続いていくようにっていうこういう応援の気持ちをぜひこちらにも込めていただけたらと思います。ずっと子供の時から見られているもの、目にしているものは自然と当たり前化して何とも思わなくなっちゃうんだっていうのをひしひしと感じています。静岡県富士宮に移住して富士山が当たり前に見える環境っていうのを実際に体験して、地元の方々もまさにそういった富士山がすごいとかそういったことも感じないっていう風に話をよく聞くので、おそらく同じような感覚を長岡市で感じている方ももしかしたらいらっしゃると思っています。この動画を目にしていただけた方々には今後もぜひ長岡花火続いていってほしいよっていう風な思いを込めて、別の形で自分に何かできることを見つけていただけたらいいのかなと思います。実際にこちらの活動は近年始まったもの、すごく新しい活動の一つなので知らなかった方も多いと思います。このタイミングでこういった方法も皆さんにも広めてもらえたらと思います。新潟に行くのもすごく久しぶりなので、ラーメン食べたりとか、長岡花火の道の駅もすごく楽しいのでまた行きたいなとか、結構今もいろいろと思いを馳せております。長岡まつり大花火大会2026年の様子も YouTube 動画として残したいと思いますので、ぜひチャンネル登録して待っていただけたら嬉しいです。ちょうどねクラウドファンディングの確保した席の様子もちゃんと詳しくお届けできると思いますし、会場の様子もお届けしようと現時点で思っていますので、こちらの動画も楽しみにしていただけたら嬉しいです。イオン観覧席の様子とはまた違った景色を見られると思うので、私たち自身も楽しみですし、皆さんも楽しみにしていただけたらと思います。それでは今回の動画はここまでです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さようなら。